こんにちは、アリアです。今回は、これまでお話ししてきた星々とは、少し異なる立ち位置にある、アンドロメダという存在について、お話ししていきます。アンドロメダと聞くと、銀河の名前や、遠い宇宙のイメージを思い浮かべる人も多いかもしれません。実際、アンドロメダは、私たちの銀河のすぐ外側に位置する、大きな銀河系として知られています。ただ、今回お話しするアンドロメダは、天文学的な距離や構造だけを指すものではなく、宇宙文明の流れの中で、どのような意識や役割を担ってきた存在なのか、その立ち位置に目を向けていきます。これまで触れてきた星々が、体験や感情、選択を通して文明を進めてきたのに対して、アンドロメダは少し違う関わり方をしてきたと語られています。その違いが、なぜ銀河全体の流れの中で重要だったのか、そしてなぜ今、この視点が改めて語られているのか、そこから順に見ていきましょう。銀河文明の多くは、リラを起点とした分岐の中で、それぞれ異なる方向へ進んでいきました。その分岐は、優劣によるものではなく、体験の方向性による違いです。感情を深める道、秩序を洗練させる道、物質と力を極限まで扱う道、文明ごとに引き受けるテーマが異なっていました。プレアデスでは、共感と調和が文明の中心に置かれました。他者の感情を感じ取り、争いを避け、できる限り分断を生まない方向へ進んでいく。感情は、この内側にとどまらず、集団全体で共有されるものとして扱われていました。そのため、文明には強い一体感が生まれ、他者の痛みを自分のものとして感じ取る感覚が育っていきます。一方で、この構造は、感情の揺れが文明全体に一気に広がる性質も持っていました。共感が強く働くほど、判断が感情に引き寄せられやすくなり、長い時間軸での選択が難しくなる場面も増えていきます。調和を保つことが目的になったとき、変化そのものを避ける傾向も生まれていきました。ベガでは、探求と創造が文明を前へ進めました。未知の領域に踏み込み、新しい技術や概念を生み出すことが価値とされ、個々の探求心が尊重されていきます。自由度は高く、発想は広がり、文明は外へ外へと拡張していきました。しかし、探求が加速するほど、文明全体としての軸は分散しやすくなります。創造の方向性が無数に広がり、どこへ向かうのかが見えにくくなる。選択肢が増えることは、可能性を広げる一方で、判断を難しくする要因にもなっていきました。シリウスは、秩序と責任を文明の基盤に据えました。役割を明確にし、制度を整え、社会が安定して機能することを最優先に考える。感情よりも規範が重視され、文明は高い完成度を持つようになります。その結果、長期にわたって安定した運用が可能になりましたが、秩序が固定化すると、変化への対応が遅れるという側面も現れていきました。仕組みを守ることが目的に近づき、柔軟な調整が難しくなる局面も増えていきます。オリオンでは、力と物質の現実が文明の中心に置かれました。競争、支配、対立といったテーマが前面に出て、感情は激しく揺れ動きます。恐れや怒り、優越感や劣等感が社会構造と強く結びついていきました。オリオンの文明は、個を強くし、現実世界で生き抜く力を磨く場でもありました。その反面、勝者と敗者という構図が固定化しやすく、対立が繰り返される傾向も強まっていきました。これらの文明に共通しているのは、体験が成長の中心にあったという点です。出来事を通して学び、感情を通して変化し、選択を通して次の段階へ進んでいく。体験は文明を前に進める強い推進力として機能していました。アンドロメダはこの流れの中で
少し異なる選択をします。アンドロメダの文明も感情を持たずに存在していたわけではなく、出来事が起きなかったわけでもありません。ただ、それらを文明の中心軸に据えることはしませんでした。体験に反応して進むのではなく、体験が生まれる条件そのものに意識を向ける立場を選びました。この選択は最初から完成されたものではなく、初期のアンドロメダも他の文明と同じように試行錯誤を重ねていました。介入すべきか、見守るべきか、調整すべきか、距離を取るべきか、その判断は常に揺れていました。初期の段階では、アンドロメダも他文明と同様に限定的な関与を行うことがありました。争いが激化した文明に対して条件調整を試みる。技術の暴走が起きそうな文明に対して進行速度を抑える。そうした関与は短期的には一定の効果をもたらしました。しかし、時間が経つにつれ別の問題が浮かび上がってきます。外部からの調整が入ることで文明自身が判断を外に委ねる傾向が強まっていったのです。選択の責任が内側から外側へ移り、失敗から学ぶ機会が減っていきました。この現象は特定の文明に限ったものではありませんでした。癒しを受け続ける文明は、癒しを前提とした構造にとどまりやすくなる。秩序を与えられた文明は、秩序の外側で考える力を弱めていく。力を制限された文明は、別の形で力を求め始める。アンドロメダは、この流れを繰り返し観測することになります。善意による介入が、長い時間軸では、依存を生み、成長を遅らせる。短期的な安定と長期的な成熟が一致しない場面が多く存在していました。ここで、アンドロメダの文明は、判断の軸を大きく切り替えていきます。出来事を止めるかどうかではなく、出来事が起きる構造が固定化しているかどうか、争いを抑えるかどうかではなく、争いが再生産される条件が残っているかどうか、その視点へと移行していきました。この時点で、アンドロメダは体験に関与する文明から構造を観測する文明へと明確に立ち位置を変えていきます。前に出て方向を示す役割ではなく、一段引いた場所から全体を見る役割です。この距離の取り方は他文明から理解されにくいものでした。助けが来ない、答えが与えられない、介入が最小限にとどめられる。そうした姿勢は冷淡に見えることもありました。しかし、アンドロメダにとって重要だったのは文明が自ら選び、その結果を引き受ける余地を残すことでした。選択の余白が失われた瞬間、文明は成長の道を閉じてしまう。そのことを初期の試行錯誤を通して学んでいったのです。この段階でアンドロメダはまだ特別な存在として位置づけられていたわけではなく、ただ介入を控え観測を重視する文明として少しずつ距離を取るようになっていきました。アンドロメダの文明は関与の基準を再定義していきます。出来事そのものに反応するのではなく、出来事を生み出している構造が変化可能かどうか、その一点に判断の軸を置くようになりました。例えば、争いが起きている文明があったとしても、その争いが一時的な衝突なのか、構造として再生産されるものなのかで対応は変わります。一時的な衝突であれば、介入せずとも自然に収束する可能性がある。一方で、役割文化や価値観の固定によって争いが生まれている場合、表面的な調整は意味を持ちにくくなります。アンドロメダはこの違いを見極めることに力を注ぐようになります。それは素早く動く判断とは相性が良いものではありません。時間をかけて観測し、流れを追い、変化の兆しを待つ必要があります。この姿勢は他文明から見ると非常に歯がゆいものだったかもしれません。そうした疑問が向けられる場面も増えていきました。
特に感情を中心に文明を運営してきた存在から見ると、アンドロメダの態度は理解しにくいものでした。苦しみが目の前にあるのになぜ手を出さないのか。混乱が広がっているのになぜ静観するのか。そうした問いは何度も投げかけられます。アンドロメダが出した答えは単純な正当化ではなく、介入することが正しい場面と介入しないことが必要な場面がある。その違いは感情の強さではなく、構造の柔軟性によって決まる。その認識を文明内部で共有していきました。この段階でアンドロメダの内部構造にも変化が起きていきます。意思決定の基準が短期的な結果から長期的な影響へと移行していったのです。すぐに混乱が収まるかどうかよりも、数世代先で選択の余地が残っているかどうか。その視点が判断の中心になっていきました。この変化はアンドロメダ自身にとっても負荷の大きいものでした。すぐに行動した方が評価されやすい場面でも踏み込まない選択をする。正解が見えている状況でもそれを提示しない。その姿勢は理解されにくく、誤解を招きやすいものです。実際にアンドロメダと他文明との間には距離が生まれていきました。助けを求めた側から見れば応答が遅い、あるいは冷たい存在に移る。一方でアンドロメダ側から見れば選択を奪わないための距離だった。このズレは完全に解消されることはありませんでした。それでもアンドロメダはこの立ち位置を修正しませんでした。なぜなら距離を縮めることが必ずしも理解を深めることにはつながらないと分かっていたからです。近づけば近づくほど期待が生まれ、期待は依存へと変わりやすくなる。その構造をすでに何度も見てきていました。こうしてアンドロメダは少しずつ関与しない文明として認識されていきます。ただしそれは無関心という意味ではなく、関与の仕方が他と異なっていたということです。表に出て流れを変えるのではなく、裏側で条件が極端に固定化しないよう調整する。その役割が次第に定着していきました。この頃になると複数の文明が同時に関わる場面が増えていきます。癒しを重視する文明、秩序を重視する文明、力を重視する文明。それぞれの価値観が交差するとき、単一の正解は存在しにくくなります。どれか一つの文明が主導権を握ると、他の価値観が排除されやすくなる。その結果、短期的な安定は得られても、長期的な歪みが残る。この段階で、全体を俯瞰する役割が不可欠になっていきました。アンドロメダは、その空白を埋める存在として、半ば自然に位置づけられていきます。ただ、他の文明が前に出るほど、アンドロメダは一段引いた位置にとどまり続けました。しかし、アンドロメダにとって重要だったのは、未来が決まってしまう瞬間を避けることでした。選択肢が一つに固定されたとき、文明はその先の学びを失ってしまう。だからこそ、可能性が閉じきらない位置にとどまり続けたのです。このあり方は、銀河連合という構造が形を持ち始めた後も変わりませんでした。銀河連合は指示系統を持つ組織ではなく、役割の重なり合いによって成り立つ構造です。その中で、アンドロメダは管理者ではなく、条件保持の役割を担う存在として機能していきます。秩序が過剰に固定されそうな時、癒しが依存構造に傾きそうな時、そうした兆しが見えた時にだけ最小限の調整を行う。それは流れを変えるというより、流れが止まらないようにする関与です。前に進めるためではなく、行き止まりを作らないための関与。アンドロメダが担ってきたのはそうした役割でした。この姿勢は今の地球の状況とも重なります。感情が増幅され、正しさが競われ、答えが急がれる時代。どちらかを選ばなければならないという圧力が強まるほど選択肢は狭まっていきます。アンドロメダの視点は
その流れに対して別の角度を示しています。答えを急がない。白黒をつけすぎない。全体を見渡しながら極端な固定化を避ける。それは可能性を残すための姿勢です。アンドロメダはその役割を引き受け続けてきました。次回はアンドロメダが銀河連合の中でなぜ管理する側でも導く側でもなく条件を保ち続ける側として位置づけられていったのかをさらに紐解いていきます。銀河連合は組織というより役割の重なりによって成り立つ構造です。その中でアンドロメダはどんな判断を重ね、どこまで関与し、どこから距離を取ってきたのか、癒し、秩序、力という文明の役割が交差するとき、なぜ答えを出さない視点が必要になったのか、そしてその視点が今の地球とどのようにつながっているのかを見ていきます。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。